皆さん、こんにちは。今日もさやジャパニーズポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。先日、インスタグラムで日本語の勉強をゼロから始めて初級レベルを乗り越えた人って本当にすごいと思うっていう話をしたんですね。というのも、私はずっとスペイン語を勉強しているんですけれども、私はスペイン語の、A1 とか A2 とか初級レベルを結構早く乗り越えたんですね。なぜかというと、英語を勉強したし、あとドイツ語も勉強した後だったので、アルファベットとか一緒ですし、文法も似たようなことが多いし、単語も似たような単語が結構あるので、まあその2つの似てる言語の知識を持ちつつ、スペイン語をやるのって、あのあんまり大変じゃないですね。最初はあんまり大変じゃないんですね。だからそれに比べて、日本語って最初アルファベット3種類、全然自分の国と違うアルファベット3種類マスターして、で、文法も、もう順番真逆じゃん、みたいなくらいに、文法が違うところが多いですよね。なので、そこを最初慣れるまで頑張って乗り越えた人って偉いなっていうふうにちょっと、感激していたんですけれども、まあもちろんそれもすごいけれども、この後さらにもっと乗り越えるのが難しいのってやっぱり中級なのかなって最近、考えていたんですね。なぜかというと、やっぱり何事も始まりは楽しいですよね。新鮮さとか、まだやる気がたくさんあるから、初級レベル難しいけれども、その力、新鮮さとかやる気の力でどうにかなる、どうにか乗り越えられる人が多いと思うんですね。で、大変なのは、それらがなくなってきて、で、しかも内容もどんどん難しくなっていって、で、何回もやっても覚えられないこととか、理解してもまた忘れちゃうこととかも出てきて、上達も感じにくくなる。初中級、中級あたりから、そこを抜け出して上級に行くっていうのが、いろんなたくさんの人が集まるところなのかなと思って、でしかもそれで諦めちゃったりして勉強しなくなって、で少ししたらまた勉強を再開するけど、また飽きた時にストップしちゃってということで、何年もずっと日本語が中級レベル止まりっていう人は少なくないんじゃないかなって思うんですね。で、中級止まりって結構悔しいですよね。中級って喋れそうで喋れないし、話せるトピックは話せるけど、そうじゃないと全然話せなくなっちゃうとか、日本語私話せますとはまだ言えないし、こう、一瞬ちょっと喋ってみたら、喋れそうじゃんって思えるんだけど、でもいざネイティブと何時間も話すとなると疲れちゃうし、ちょっと途中で諦めたくなるとか、グループの中で複数人と同時に話すのは無理とか、できそうでできないっていうこの微妙なラインが皆さんイライラしたり、悔しいなって感じることが多いと思うので、そこでその中級で何年も止まってしまっていると、だんだん日本語を勉強することすら面白くなくなってきちゃったっていう人も結構見かけますね。で、私のスペイン語が結構ずっとそんな感じでした。スペイン語は、20歳か。20歳なので6年前に勉強し始めて、で、やっぱり最初楽しいですよね。ちなみに、スペイン語勉強し始めた時、ドイツ語は中級だったんですね。で、やっぱりその新しいもの、私新しいことが好きなので、新鮮さとかやる気もまだまだあって、スペイン語にどんどん夢中になって、ドイツ語を諦めてしまいました。で、スペイン語に話を戻すと、えーっと、
20歳の時に勉強し始めて、大学で、しばらく、勉強したり、プライベートレッスンを受けたりしていたんですけれども、23歳でスペインに来た時に、意外にそれどころではなくなってしまったんですね。やっぱりスペイン語で友達を作れるほどは話せなかったので、でも友達は欲しいから、じゃあとりあえずそっちに、集中しようかということで、そこで英語を話せる友達をたくさん作ってしまったんですね。なので、仕事もオンラインなので、英語か日本語ですし、友達は、これ以上作んなくていいほど、たくさんの友達を作って、でも全員英語を話す人たちにしてしまったために、この3年間スペインに住んでいて、スペイン語がほとんど上達しなかったんですね。人によってはもちろんコツコツ勉強を続けて、例えば私の生徒たちは3年間ぐらいずっと私の授業を受けていて、本当に少しずつでも成長していて、本当に偉いなって思うんですけれども、私の場合はめんどくさくなっちゃったり、授業を予約するのすら途中でなんかめんどくさくなっちゃったり、で、じゃあ自分で勉強しようと思っても絶対続かないんですね。試験勉強とかしないといけないとき、必ずギリギリまでしなくて、ギリギリになって慌ててやるタイプなんですね。宿題とかも最後の最後まで貯めるし、今、自営業なので自分で締め切りとか仕事の締め切りも設定できるけど、それも最後の最後までやらない究極のめんどくさがり屋なので、めんどくさがり屋が言語学習をコツコツ進めて少しずつ上達を感じるっていうのはかなり難しいんですね。で、ただそれが最近変化してきました。というのも、ダンス教室に通い始めて、で、今までもピラティス教室とか、そういうスペイン語の環境の教室とかには通っていたんですけれども、今回のこのダンス教室が一味違いまして、結構周りの人と話したり、こう、コミュニティの感じがあるんですね。こう、もし一回行かなかったら、さやどうしたの風邪ひいたのとか、あとはなんか髪切ったら、あ、髪切ったねとか。で、話しかけてくれる子たちもたくさんいて、で、名前も覚えて、会うたんびに毎回雑談して、みたいな感じなんですね。その前言ってたピラティス教室とかは、こう行ってピラティスしてすぐ帰るみたいな感じだったので、今回ダンス教室に通い始めて、初めて、スペイン語でたくさんの人と話さないといけないっていうチャンスが生まれたんですね。で、レッスンの前後の雑談とかなら、あの、どうにかできるんですけれども、たまに、じゃあレッスンの後にみんなで飲みに行こうとか言って行くときに無理なんですよね。私今まで2回ともなんか用あるとか言って断ったんですけれども、本当は用などなくて、やっぱりそのバーとかうるさいところでみんながわーとか話してると、そりゃさすがについていけないし、なんか楽しいよりも、わあ大変っていうのが勝ってしまいそうで、今まで行ったことがないんですね。で、それで、わあ、悔しいなと思って、最近またスペイン語のレッスンを受け始めたんですね。で、今回結構続いているし、去年からスペイン語の授業を受けてるんですけれども、かなりの頻度で受けていて、で、自分でも勉強していて、で、実際に上達を感じているんですね。で、また楽しいなって思えているんですね。で、今回こそは中級の沼を抜け出せそうな予感がしています。で、皆さんの中には、私のように自分に甘いのではなくて、自分で、ルールとかを決めてコツコツできている人もいるかもしれないんですけれども、きっと私のように、めんどくさがり屋で、だら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 先延ばしにしてしまっていつまでも日本語の勉強をしていないっていう方もいると信じているので、今回は
そんなめんどくさがり屋な皆さんに、私が最近、効果を感じている、中級の沼から抜け出すための3つのコツを紹介します。それでは1つ目、いつか話せるようになりたいっていうのをゴールにしないということです。そもそもゴールを設定したりするのがあんまり好きじゃないとかいう人もいるかもしれないんですけれども、めんどくさがり屋な人でだらだら勉強している人はもうそんな、ゴールなんて設定したくないなんて言わずに黙ってゴールを設定してください。これ聞きます。で、その上で、なぜいつか話せるようになりたいっていうのがダメかというと、そもそも達成時期がまず不明確ですよね。で、達成したいレベル、話せるようになりたいっていうのも不明確かつ高すぎると思うんですね。あの、ネイティブのように話せるようになりたいって正直一生かけても達成できない場合もあります。なので、それよりも小さくて、でも長くて半年後までには達成できそうなゴールをこう一つ一つ少しずつ設定した方がいいと思います。で、そのゴールも毎日単語10個覚えるとか1週間に1回これやるとかこうずっと継続しないといけないようなゴールよりかはある未来、近い未来のある一点で完了するようなゴールがいいと思います。どういうことかと言いますと、例えば私の場合は、6月、今年の6月にダンス教室で発表会があるんですね。で、発表会があると、やっぱりリハーサルとか、発表会の後みんなで打ち上げとかあるので、その時にスペイン語をもっと楽に話せるようになっていたい。で、これは今から4ヶ月後です。で、その発表会が終わったら、一旦ダンス教室も夏休みに入りますし、その後どうするかは考えていないんですけれども、とりあえず今のゴールはそれ。で、そこまでどうやってたどり着くかは、あんまりルールは決めてないんですね。その週に1回これやるとか、毎日かこれやる。なぜかというと、決めても絶対守らないからです。3日間続けて絶対その後やりたくなくなっちゃうからです。なので、こういうふうに、ある一点で終わるゴールを決めて、そこまでは自由にやる。で、その一点のゴールも、強制力がかなり高いものにするべきだと思います。めんどくさがり屋の人はね。で、そのゴールの例としては、例えば私のように、私がスペインに住んでいるように、日本に住んでいるという方だったら、例えば、私のダンス発表会のように絶対日本語を喋らないといけないイベントを予約するとか、そういうイベントがある教室に通うとか、あとは日本人アーティストのライブのチケットを買う。やっぱりせっかく行くなら日本語で曲を理解したいですよね。それからスタンドアップコメディとか漫才。で、これも近くになってからチケットを買うんじゃなくて、もう3ヶ月後、4ヶ月後くらいで分かってる予定のものをもう先に買っちゃって、それに向けて勉強するとか。で、他にもミートアップイベントとか、特に東京とか大阪とか、札幌とか大きな街に住んでいれば、日本ではそういったイベントを探すのは実はいくらでもあると思います。ただ、そういう時は、自分に甘い人はいざとなったら英語でもどうにかなるっていうところはぜひ避けてください。私も自分に甘いのでわかるんですけれども、いざとなったら使えるとなると、いやー大丈夫だからいっかってなって、日本語の勉強を怠ってしまいます。なのでぜひ、例えば日本人しか参加しない、読書クラブとか、日本人しか参加しない、日本人のアイドルの握手会とか、あとは日本語の映画を見に行くのもいいですね。もちろん字幕と、音声どちらも日本語とかで。これもめんどくさい人
へのコツなんですけれども、やっぱりお金払ったら無駄にしたくないですよね。なので、こういうふうにお金を払った映画、お金を払ったイベントとかに行く予定を前もって立てることで、ぜひそれに向けて勉強してみてください。そして日本には住んでないけれども、日本に旅行できる人向けには、例えば日本人向けの地域ツアーに参加する。例えば東京に行ってから、東京から、他の地域に、行くツアー。で、単純な観光ツアーとかだけじゃなくて、例えば歴史をテーマにしたツアーとか、なんかお笑いをテーマにしたツアーとか、最近って外国人向けでも日本人向けでも本当にいろんな観光イベントがあるので、自分が興味を持てるものを選んで、で、さっき言ったようにただいろんなところに行くだけだと、まあ自分で調べてもわかるし、多分観光の案内とか出てるので、ぜひそのテーマがあるようなツアーを選んで、で、しかも日本語で調べることで日本人向けのツアーを探してみてください。あとは似たようなことでは、体験型の観光をすることですね。例えば何かを作ってみるとか、なんか運動に参加してみるとか。で、これも、まあ、最近は、外国人向けじゃないものを探すのがむしろ大変だと思うんですけれども、なるべく地方の方に行ってみるとかいうことで、日本語を使わないといけない環境に、にすることはできると思います。それから、ボランティア型のステイってわかりますか？ワーカーウェイとか言って、外国人が他の国に行って、で、例えばそこである家でその家の手伝いをする。手伝うこと自体のお金はもらえない代わりに、その家に無料で住ませてもらうっていうシステムがあるんですね。さっきちょっと調べてみたんですけれども、この Workaway っていうウェブサイトで、日本でも結構たくさんのプロジェクトがありました。例えば、旅館に住み込みで旅館の手伝いをするとか、あとは犬のシェルターで、近くの家に住みながら一日、手伝いをするとか、もしもう日本に何回か来て、で、日本のこと結構知っているなら、ぜひこういうボランティア型のステイをしてみるといいと思います。正直、最近、ただの旅行をしても日本語って使いませんよね。注文も全部タブレットでやりますし、で、観光地とかに行ったら、こっちが日本語で話しても、英語で返されちゃったりしますよね。で、あとは、向こうも、あんまり会話をしないでいいように、もう全部書いてあったりしますよね。これは、ここをタッチして、これを読んで、これをここに入れたら完了です。みたいなのを全部英語で書いてあって、コミュニケーションしなくてもいいようになってたりするので、普通に今日本で旅行しても、私の生徒の中でもほとんど日本語を使いませんでしたっていう人が結構多いんですね。なので、もし日本語を練習するために日本に行くならば、そういった、地域ツアーとか体験型の観光、あとはさっき言った、日本に住んでる人向けの、アーティストのライブとか、スタンドアップコメディとかも、その旅行のタイミングでやってるイベントを見つけて予約していくのがいいかなと思います。そして日本に行けない人でも、こういったゴールを置くことはもちろんできます。一番簡単なのは JLPT を受けることですね。JLPT って正直ね、もし JLPT でどれくらいのレベルがありますっていうふうにどこかに見せないといけないとかじゃないとしたら、正直不必要だと思います。もちろん JLPT の練習で学べることはたくさんあるんだけど、それが実際の日常会話ですごく役立つか、それが一番効率的な勉強方法かといったら、そうでもないと思うんですね。で、ただ、
日本に行く機会がないとかいう人にとっては、ぜひ活用してほしいと思います。年に2回行われていますから、なんか最近日本語の勉強をダラダラしてるなと思ったらもう思い切って申し込んじゃって、その日までは頑張って日本語を勉強するみたいにしちゃってください。特に、めんどくさがり屋の人、でも勉強できるかな、できないかなとか考えずに、もう申し込んでみてください。で、申し込んでから考える。で、申し込んだ後も、どうしても、JLPT のための勉強をしないといけないというわけではありません。えーもし会話に重点を置きたいならば、会話の練習を続けて、もしそれで受かったらいいですし、まあ受からなかったらそれでもいいけど、そ、その JLPT の日までに頑張って勉強したっていうことが、意味があるので、え JLPT をとりあえず申し込んで、で、そこから何らかの方法で頑張って勉強するだけでも十分だと思います。それからオンラインでできることは、日本のちょっとレベルが高いですけれども、日本の大学のオンラインのオープン講座とかを受けることです。さっきちょっと調べてみたら、例えば、JMOOC、JMOC とかいうのかなっていうサイトで、いろんな大学のいろんな先生のいろんな、科目の講座をオンラインで受けられたりするらしいですね。で、これが、YouTube とかで見るよりいい理由は、まあ、YouTube って無料ですし、いつでも見れますよね。で、それに比べてこういったオープン講座とかは、期間が決まっていて、まあ多分、いつでも見られるけど、なんか週に1回か2週間に1回提出しないといけないとかありますよね。そして、お金を払わないといけないですよね。なので、どんなに面倒くさがり屋な人も、これくらいの強制力というか、こう、プレッシャーがあったら、ちょっとはできるんじゃないかなと思います。あとは、私、最近、推し活をちょっと始めました。今まで推し活っていうのをしたことがなかったんですけれども、推し活っていうのは、好きなアーティストとか、好きな、芸能人のことを、こう、なんだろう、サポートする。例えば、グッズを買ったり、ライブに行ったりして、サポートをするっていう活動なんですけれども、私は渡辺直美さんっていうコメディアンの方が好きで、昔は日本に住んでいたんですけれども、最近は NY に拠点を、移して、世界的に活躍されているんですね。で、この方の、YouTube ライブとか好きで、よく見てるんですけれども、最近東京ドームでライブをしまして、で、そのオンライン映像が、こっちからでもお金を払って見れるんですね。なので、こんな感じに、日本のアーティストとか、日本の芸能人とか、コメディアンとかを遠隔でも応援することができるので、なんか自分のお気に入りの芸能人を見つけて、彼らを推すっていうのもいいと思います。渡辺直美さん以外の私の、推しは、井上咲楽さん。この方は、そうだね、芸能人っていうのかな。芸能人で、コメディアンではないんですけれども、YouTube とかポッドキャストを作っていて、彼女の実家での動画とかあって、こう実家でお父さんとお母さんと妹とかとこうただ会話してるだけの動画とかなんですけれども、すっごいほんわかして心が優しくなるような動画が多いので、私は、ほぼ毎日のように見ています。それからコメディアンで、ハリセンボンさん、ハリセンボン、春菜さんとはるかさんっていうコンビなんですけれども、日本でも誰もが知っていると言っても過言ではない、有名なコメディアンなんですけれども、YouTube とかをやっているので、それを見ています。それから、ユリアン・レトリーバーさん。この方も、コメディアンです。で、ユリアンさんは、最近ある映画のまがまが女という映画の、監督を務めたり、あとは、ネットフリックスでも上映されている極悪女王
っていう映画にも出演しているんですね。なので、結構活動の幅が広いので、もし皆さんも、推しになったら、皆さんの推しになったら、じゃあ映画見てみようとか、映画の、映画のトークショー見てみようとか、いろんな方法で日本語を練習することができるようになると思います。では、中級の沼から抜け出す2つ目のコツが、メリハリをつけるということです。メリハリをつけるってどういうことかというと、緩急をつける。緩急っていうのは、しっかり頑張るときと、あんまり頑張らないときの白黒をはっきりつけるということです。以前に、継続が大切だよ、上達したいなら継続が大切だよっていうお話をしたんですけれども、めんどくさがり屋だと、この継続がすごく大変だと思うんですね。で、いつもいつも、日本語勉強しなきゃと思っていて、でもいつも後回しにしちゃってできていないと、だんだん日本語学習っていうのがやらなきゃいけないことになってきて、重くめんどくさく感じ始めてしまうと思うんですね。なので、むしろ日本語を絶対に勉強しなくてもいい期間とか、もうむしろ日本語を勉強しちゃいけない期間とかを作ることも、一つの方法かなと思うんですね。例えば、その一つ目のコツでお話ししたゴールが完了したら、もうその後の数ヶ月は日本語を勉強しないとかね。あとは、さやジャパニーズスクールで、オンラインレッスンを受けている人たちは、5レッスンパッケージ、10レッスンパッケージ、20レッスンパッケージとかで買ってると思うんですけれども、それが終わったら、ちょっと1ヶ月くらい日本語の勉強をお休みするとかね。ずっとずっとずっと続けるって本当にできたら素晴らしいと思うんですけれども、なんか最近あんまり乗り気じゃないなって思ってる時にも続けていると、だんだん好きっていう気持ちが、日本語学習好きっていう気持ちが薄れてしまうし、薄れてしまったらすっごいもったいないですよね。なので、たまにはもう勉強しなくていいやっていうふうにスパッと、切ってしまうっていうのも、一つの手だと思うんですね。で、あとは人生、いろんなタイミングっていうものがありますよね。例えば仕事が忙しくて全然勉強できない時もあるし、逆に余裕がたくさんある時期もありますよね。で、たまたま日本人の友達ができてやる気がすっごく湧く時期もあるし、そんなこと今はちょっとできないって思う時期もあると思うので、その人生のアップアンドダウンに合わせて、日本語学習もうまく緩急をつけるといいと思います。仕事忙しいのに無理して頑張っていると、さっきも言ったように、好きっていう気持ちが少なくなってしまうので、忙しい時はスパッと、ちょっと今は休憩しようっていう風にやめていいと思うし、で、また、やる気が自然に出てきたら、その時はちょっと頑張ってやるっていうのがいいかなと思います。なので、ぜひ最初の一つ目のコツのゴールも、もし先が読める仕事の人とかだったら、ちょっとその予定に合わせて余裕があるときに準備ができるようなゴールを設定できたらいいと思います。ではですね、3つ目のコツを紹介する前に、今、説明した2つの、戦略、作戦を、実現しやすくするような教材をお勧めさせてください。というのもですね、私が経営しているさやジャパニーズスクールでは、プライベートレッスンだけじゃなくて、オンデマンドコースとか、ライティングコース、それからペアレッスンとか、いろいろな種類のレッスンを提供しているんですね。オンデマンドコースっていうのは、すでに録画されているレッスンを自分が好きな時に自分のペースで好きなところから受けることができるものです。ライティングコースでは月に4回、好きなことを書いてメールで送って、添削してもらうということができます。で、皆さんが設定したゴールとか、メリハリのつけ方に合った教材を、
選んでほしいなと思うんですけれども、例えば、オンデマンドコースの一つに Speak Like a Native Series っていうのがあります。シリーズの一つ目が、1.5時間で、二つ目が40分のオンデマンドレッスンなんですけれども、これを1、2ヶ月かけて完了させるということも可能です。例えば、まずは自分にちょっとプレッシャーをかけるために、もう最初にサインアップしてしまいます。で、サインアップしたら、とりあえずささっとレッスンの内容を見ます。で、どのコースも単語と文法のリストと、別のエクササイズが一緒についてくるんですね。で、なので、その一回ささっとレッスン内容を見た後に、その後、時間をかけて単語とか文法を自分で練習する。で、その後、もう一度レッスンを見る。で、今回はその文法とか単語を習得できているので、それよりもレッスンのメインテーマに、集中してレッスンを受ける。で、最後に付属のエクササイズを行う。で、この1、2ヶ月の期間が終わったら、一旦日本語の勉強をお休みする。で、こういうふうに自分で時間とかを決めてやるのがちょっと無理かもっていう人はライティングコースがおすすめです。で、月に4回提出するといっても別に週に1回でやらないといけないっていうルールはないので、さっき言ったようにメリハリをつけるために、じゃあ1ヶ月のうちの1週間で4回分してしまって、で、あとの3週間はゆっくりする。で、また次の月に、4回分一気に提出するっていう方法でも、それが皆さんの生活スタイルに合っていれば全然いいと思います。さゆジャパニーズスクールの、リンクをキャプションに載せておくので、ぜひちょっといろんな項目、いろんなレッスンの種類があるので、どれが自分に合っているのか、ちょっと、見てみてください。もしどのレッスンの方法が一番自分に合うかとか、わからなかったら、info@sayajapanese.com までメールで、お気軽にお問い合わせください。それでは最後、3つ目のコツなんですけれども、自分が苦手なこと、得意なことを見極めて、自分に合った勉強方法を探すということです。18歳の時から教える仕事を始めて、もう、8年間教師という仕事をしているんですけれども、本当にどの人も理解しやすい方法とか、効果がある学習方法、得意な勉強の仕方って人によって全然違うんだなっていうことを日々実感しています。例えば語彙とか文法を地道に覚えていく方が、達成感を感じられる人もいますし、あとは日本のドラマとかを見ながら結構フィーリングで覚えていく。逆にこう机に向かって語彙を覚えるとかいうのは苦しいっていう人もいますね。で、ただ、いろんな方法を試してみないと、どの方法が自分に合っているかっていうのは、本当の意味では分かりませんので、ぜひ、いろんなことに挑戦してみてほしいんですね。例えば、読む、書いてみる、聞いてみる、話してみる。私もインスタとか、リールとかでなるべくたくさんの教材を普段からするようにしているので、ぜひこう新しい勉強方法が見つかったらそれに飛びついて一回は必ずどれも必ず一回は試してほしいんですね。こう思いもよらなかったような勉強方法が実は自分に向いていたっていうこともあるので、最初からなんかこういうのは嫌だなとか思わずに、ぜひ、すべての勉強方法を一回は試してほしいんですね。で、まあ、ただ、理想はいろんな勉強方法を合わせることなんですけれども、まあ、これも、こう、どれもいろんなことをだらだらやっていくとなると、途中で嫌になってしまうので、さっきのメリハリをつけるのと合わせるのがいいと思います。例えば、この3ヶ月は忙しいからゆっくりやりたいから、じゃあまあ気が向いた時にポッドキャストを聞くだけにしよう。で、次の3ヶ月はちょっと仕事もゆっくりになるし、時間があるので、
日本語のレッスンを受けながら、その前後にちゃんと机に向かって語彙とか文法を勉強する時間も作ろうとか。で、もし自分の苦手なこととか得意なことがわからなかったら、例えばJLPT のモックテストを受けてみて、JLPT って読むとか文法とか語彙とか漢字とか科目が分けられていますので、それで自分がどこ弱いかを確認してみるのもいいですし、あとはやっぱりさっき言ったようにいろんな勉強方法を試してみて、どの方法が自分に合っているか、どの方法が一番楽しいかっていうのを探してみるのもいいですし、あとはさやずの先生のレッスンとかで自分が何が苦手なのか何が得意なのかちょっと判断してもらうとかいうこともできます。はい、というわけで、3つのコツを紹介しました。中級の沼。私が勝手に名付けたんですけれども、大変ですよね。私も英語もドイツ語もスペイン語も、すべての言語で中級の沼にいたことがあるし、いたままで終わってしまったこともあるので、皆さんがその沼を抜け出す、お手伝いをできていたら嬉しいです。他にも何か皆さんのお気に入りの勉強方法とかコツがあったらコメントで教えてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!